naturally. Hello. 皆さんこんにちは、かなこです。知り合いに大量に青梅をいただいたので、今回の動画は初の梅干し作りと梅雨の畑仕事や収穫の様子をお送りします。ぜひ最後までご覧ください。これ大玉トマトなんですけど、普通トマトがこの茎の間から実がつくんですけど、なんかこの子トマトの実の房の部分がこうついてて、でそれがそのままなぜか脇芽になってるっていう不思議な感じになってます。パープルローズは真っ黒です。面白い。梅をきれいに洗って水気を拭き取ったら、アルコールで消毒をします。そしたら清潔にした瓶に青梅と塩を交互に重ねて入れていきます。初めて梅干し作りをするので、一番怖いのが腐敗だったので、梅のヘタのくぼみのところに塩を塗り込んで詰めました。ちなみにこれ完熟梅じゃなくて完熟してない青梅を使ってるんですけど、なんか調べたら完熟してなくても作れるみたいなので、もうこのまま作っています。はい、で次は梅酒作りです。これも清潔にした瓶に梅と氷砂糖を交互に入れてウォッカを流し入れます。梅酒の完成は半年後です。最後は梅の調味料を作ります。
割れてたり傷の深いものはその部分を取り除いて茹でて潰します。梅の種を取り除いて味噌と砂糖、お醤油を入れて煮詰めます。味噌を入れてないものと味噌入りのもので2種類の梅の調味料を作りました。何ですか？何ですか？ルチさんで使う。今日は6月10日火曜日。もう梅雨入りしてしまってこんな感じでずっと雨なんですが、今ちょっと貴重な晴れ間なので畑仕事をしようと思います。ここにそら豆が植わってたんですけど、もうだいぶ取り尽くしてちょっとこんな感じでなんか真っ黒になってしまって、多分病気だと思うんですけど、これをちょっと片付けようと思います。まだでもこの辺は食べられそう。ダメだ。片付けます。ちなみにこの大きい葉っぱはアーティチョークです。畑で作る動画で紹介し忘れてましたが、つぼみもできてます。やるか。なんとなく綺麗になりました。ちょっと雑草がめっちゃ多いのであんまり見栄えは変わりませんが、ししとうと奥にナスとこの横はピーマン。ちょっとピーマンも倒れてるから、なに虫ボンって首に触れた。何やだ。もう終わりにしようかな。ちょっとピーマンだけ倒れてるの片付けて終わりにしようかな。もうびっくりした。いや、今日の朝ね、お弁当取りに来た時にお弁当の野菜を取りに来た時に急いでこの棒を立てたんですけど、で結んだつもりなんですけど紐が短くて全然結べてなかったんで結びます。朝やったんだけどね、急いでたから雷も鳴ってきた。支柱立ててる場合じゃないかも。ダメだ、雷だ。第3です。やばい、雷だ。晩ご飯の野菜取るの忘れた。びっくりした。結構近くで落ちた。マナッチ怖いね。大丈夫だよ。
1週間経った梅の様子です。重しをしてなかったんですけど、なかなか梅酢が梅の頭までかぶらなかったので、重しをすることにしました。袋にお米を詰めて重し代わりにします。ちなみに梅酒はこんな感じです。うわ、でっかっ。でっかっ。でっかっ。さつまいもみたい。大きいさつまいも。ちょっと見せよう。ほら。キュー。うわー、なんて立派な。でかっ。でかっ。ここの列のナスとピーマンとかに干渉しちゃうので、ビーツを収穫します。ビーツのおすすめの食べ方を教えてください。ナンスボーイかわいい。トマトちょっと雨続きで炸裂し始めてるかも。めちゃなりトゥインクルがあんまりならない。なんか弱いのかな。花はいっぱいなってるけど、これからかな。なんか収集がつかなくなってきた。これとかも全然引っかかってないし、引っ掛けなきゃ。こっちはちょっと雑草が大変です。こっちはね、段ボールを敷いたからまだなんとかなってる感じはするけど、こっちは何もしてないので、ちょっと今度なんとかしよう。Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Just fine. Heading for the western shore, while the sun it slowly fades. Days are full, and I spend them with you. So let's go somewhere far. If all I have is you, then I'll be just fine. はい、今日は梅をくれた方が赤しそを持ってきて一緒につけるのを手伝ってくれるっていうことだったので、急いで玄関を掃除します。
ンク色。そうそう。へえ。はい、ちょっと引いて。どんな感じ？オッケー。汁が足りないかも。大丈夫だと思うよ。おー、いい感じじゃん。すごい。いい感じ、いい感じ。いい感じですねえ。本当や。ちょうどや。ちょこっとこうして、はいもうちょっと、押してちょっと、いい感じ。ギュッとよしよし。おー。できたできた。マナ。暑いよマナッチ。暑いのよ。遊ぶ。あ、やんのかするの。じゃーん、梅干しあれから13日につけたから16日間経ちましたが、こんな感じで梅干しの頭がちょっと出てきちゃってる状態で、これなんか良くないらしくて、この梅くれた人に言ったら梅酢あるからあげるよって言って梅酢をもらったので、今からちょっとこの上のしそ取り出して梅酢と合わせて戻して、梅の頭を埋めようと思います。ね、マナッチ。なんか可愛いんだけど、マナッチ。どうしたの？何そんな可愛いこぶってるの、マナッチ。可愛いでちゅ。どうしたんでちゅか。なんでそんな可愛いこぶってるんですか？あ、可愛い。何？どうしたの？甘えてるの？鳥の声するとすぐ染まる。面白いね、マナね。この上から直接梅酢かけるだけじゃダメなんですかって言ったら、もうここまでちゃんとやってるんだからちゃんと最後までやりなさいって言われて、ちゃんと最後までやりなさいって言われてしまったので、ちゃんと最後までやります。なんか美味しそう。もうこれだけで美味しそう。よし、で梅酢を入れて、おー、すごい。ちょっと合わせてこれを戻すので、おー、あ、もう完璧じゃない？ちゃんと液で埋まりました。はい、おー、ちゃんとぴったり浸かりました。オッケー。マナッチ見て。マナ見て。梅干し。マナは食べられない。ちなみに梅酒は今こんな感じ。
うわー綺麗。もう砂糖のうわなんかこの間スーパーで梅酒見たらめっちゃ梅ふっくらしてこんなシワシワじゃなかった。大丈夫かな。すっごいシワシワなんだけど見てマナッチ面白い。皆さんついにこの時が来ました。今日は梅を干します。ざるに開けます。よし。おー、すごいしその香り、梅干しの香りがするよだれが出てくる。このままいけないかな。よいしょ。お、結構多い。重たい。詰まっちゃった。よし、出た。しそと梅とを分けるか。しそはしそで干したいのでちょっと絞って、なんか教えてもらったのが、干す前に梅干しをいい子ってして柔らかくしたらいいよって言われました。梅干しをなんかこう揉む、いい子ってしてすると柔らかくなるよって言われました。最初なんかおまじない的な話をされてるのかと思った。違った中の多分繊維を潰して柔らかくするみたいです。よし、では、結構怖いかも。なんか結構硬いかも、思ってたより。潰れないか心配。潰れたかも。ここが破裂しちゃった気がするんだけど。破裂してるよね。ちょっと避けとこういきなり失敗した。よし、できたぞ。で、この汁はこの瓶に戻す。怖っ。一回これに移そうオッケー。熱い。よし、じゃあ干しに行きます。熱い。転がって網のたわんだ中心のところに集まっちゃうんだけど。で、シソも干します。できました。できた。終わり。熱い。
はい3時間ぐらい経ちました。ちょっと表面が白っぽくなってる。こっちはカリカリのとそうじゃないのとある。ひっくり返すか。もう日陰になっちゃったな。意味あるかな、日陰だけど直射日光が多分鍵なんだと思うんだけど、いいか。午後だとここ光が当たらないから、もうちょっと朝早くから干した方が良かったかもしれない。はい、あれから一晩置いて今日が2日目です。もう夜もそのままこのまま干してましたこんな天気じゃもうすぐカリカリになっちゃいそうだけど、はい、引き続き干します。おはようございます。今日で3日目です。じゃあひっくり返します梅干しだ。面白い。今日も天気が一日いいみたいなのでこのまま干しておきます。今日は最終日なので梅酢も一緒に太陽に当てておきます。はい、3日目晩干し終わりました。はい、いかがでしょうか。梅干ししそは1日夕方まで乾燥させます。まだちょっとふにゃっとしている。こっちの梅の方は瓶に戻していきます。梅干しを梅酢に戻しました。で5個だけ梅酢に戻さずにもうこのまま干しっぱなしのままにしておきます。せっかくなのでこのまま食べてみようと思って、夏弘さんが帰ってきたら食べてもらいますでこれはなんか3ヶ月ぐらいまたこのまま置いておくと美味しくなるらしいので、ちょっとこのまま置いておきます。ちなみに梅酒はこんな感じ。下はクリアだけど上は琥珀色っぽくなってます。おにぎり。おにぎり。ちょっと待って。あれ、白黒だったから間違えた。鮭おにぎりかと思った。うまっ。めちゃめちゃうまい。